やっぱりですね、自分らしさ出していっちゃった方がいい。獅子座の皆様方はものすごく能力が高いし、力があるし、魅力的な方ばっかりなので、皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。よろしくお願いします。それでは開けていきましょう。11月ですね。はい。いいカードが出てますね。ペンタクルス9、聖地。はい。ワンドだ。それから、ジャスティス。はい。いい感じです。ソード5。はい。ペンタクルス3。それから、3、逆位置です。エンプレス。はい、このカードです。この場所にこのカードね、後で読みますけど、結構出るんですよね。おめでとうございます、カード。これは、はい、ペンタクルスの4。ムーン。なるほど、なるほど。こっちは何だろうな。エンペラー。はい。このように出ました。それでは読んでいきましょう。はい、それではリーディングしていきましょう。11月、獅子座の皆さんですね。はい、今回使っていくカードは、前回から引き続き、ユニバーサルウェイトタロットデッキです。はい、ご興味がございましたら、概要欄にリンク貼ってますので、ご覧になってみてください。はい、ちょっといびきがね、入ってますけども。はい、では読んでいきたいんですが、結構バタバタしてる様子っていうのが第一印象ですね。ワンドの5、ワンド7。結構忙しいとか、バタバタしてるとか、混乱してるという様子のカードが、意識のところに出てますね。だからご自分の中で何かまとまってないことがあるのかもしれないし、もしかしたら本当にね、忙しいとか、あれもこれもやんなきゃという状況の方が多いのかなと思いました。で、現状を表すところに、ワンド7、逆位置ですね。なんか損してる感じがするとかですね、私ばっかりみたいなことを感じられるカードであります。どちらにしても、なんかバタバタしてるとか、周りに人がいて、私がいてという感じがしますね。人と自分との関係、コミュニティの中の自分、そういうのが今回出てますね。自分自身の問題というより、そのコミュニティ、例えば会社だったり学校だったり、その中で自分がどうやってアピールしていくかとか、自分の力を発揮していくかとか、その中で自分がどうやって幸せになっていくかというところがテーマなのかなと、まず感じました。はい。で、流れで見てみると、少しね、周りの人に影響されがちっていうカードが出ていて、まあ、お人よしのカードでもあるんですけどね。そう、だから、もしかしたら、なんか自分損しちゃってるっていう思いになってる方もいるのかなと思いました。で、この先、
やはりね、コミュニケーションにおいての調整っていうことをする必要が出てくるかも。連携をうまくしたいですね。今回はやっぱりご自身がいて、周りに人がいて、そことの関係、コミュニケーションかな。それが出てます。そしてもう一つこのカード、近い未来に当たるところにね、出てるカードが伝えてくれていることは、これ自分の役割をはっきりさせる。それが来ていますよ。そういうことをしていく必要があると。はい、ペンタクルス3っていうのは、それぞれが自分の持ち場をやって一つのものを作り上げるみたいな、大変クリエイティブで真面目で、堅実なカードなんですが、これが逆位置なので、連携をうまく活かせる必要が出てくる。つまりコミュニケーションとか、そしてもっと言うと、自分の役割、それをはっきりさせる必要が出てくるよと出ています。こういう流れですが、ただね、朗報というか、これはすごいいいなっていうカードなんですがね、これが今月の、なんて言ったらいいかな、アドバイスみたいな形で出ています。今ね、忙しいとか、なんか自分ばっかりやることあるとかですね、なんか損しちゃってんじゃないのなんていうふうに思っているとしても、このカードです。はい。コツコツ目の前のことをやることによって達成できる、豊かなものが築けるというカードが出ています。これキャリアウーマンのカードでもあるんですね。キャリアを重ねていくというカードだったり、それから育て上手のカードです。いろんなものを、素敵なものを育てて大きなものに仕上げる。それができるってカードなんですね。それからすごく恵まれている、援助を受けるようなカードでもあるので、全体的にですね、恵まれている、それは自分が積み重ねて大きなものに仕上げることができる土壌に恵まれているというふうに言ったらいいでしょうか。それが出てるので、これは喜ばしいことだと思います。はい、一つ一つ積み重ねていくイメージですね。こう魔法みたいにいきなりできるわけではなくて、こう重ねていくことによって、ものすごく素晴らしいものが仕上がるってカード。これが出てるんですね。これが、アドバイスとして一つ、現状に対してのアドバイスとして、このカードが伝えてくれてます。ちょっとバタバタしている、忙しいっていうことがあったとしても、混乱してるとかね、そういうことがあったとしても、結果的に素晴らしいものが仕上がるって、手に入るって、このカードが伝えてくれてます。これ、ブドウがありますね。豊かさの象徴です。で、このカードも、ペンタクルス9。ペンタクルスは金銭的なこと、経済面なので、経済的な豊かさっていうのも伝えてくれてるんです。で、今やっていらっしゃること、それからいらっしゃる状況というのが豊かさにつながっていくっていうことを教えてくれるのかもしれないです。とにかく達成だし、豊かさを育んでそれを大きくできるっていうカードですね。とってもいいカードが来ています。現状に対してのアドバイスでございます。そしてね、ここがわちゃわちゃしてるっていうふうに言いました。ワンド5逆位置なので、こんな風なカードの逆なので、なかなか忙しい感じとかですね。出てますが、これがご自身の今月の潜在意識、自分で意識してる意識です。で、一方、こちらが意識してない方の潜在意識、ジャスティスの正位置、出てます。全然違いますね。潜在意識の方がいいというか、すごいというか、一段上というか。はい。これは裁判官のカードでもあって、バランスが取れているカード。ここに天秤を持ってますが、バランスが取れている、冷静だったりとかですね。だから、あなたの中のもう一人のあなたは、その状況、あなたの今の現実、それを冷静に見てるんですよ。冷静に見て判断している。そして大丈夫だと思ってる。はい。で、もっと言うと、この落差というか、なんていうかな、見えてる意識と見えてないところの意識のこの差がすごくて、これ何かなと思った時に、もしかしたら、獅子座の皆様方は、現状を楽しんでるのかもしれない。そんな風にも思えるカードです。ジャスティス。あなたの潜在意識に、この裁判官のカードがいます。冷静に物事を見ていて、絶対大丈夫だって分かっていて、ものすごくバランスが取れているというこの方がいらっしゃるんですね。
なのでもしかしたら見えている現状を楽しんでいるのかもしれない。そのようにもお伝えしたいと思います。何かを育てるゲームだったりとか、これは豊かさを育てるカードでもあるんですが、自分にとって豊かと思うものを育てるゲームみたいな感覚の方も多いかも。実はね、潜在意識にとても冷静な裁判官のカードがいらっしゃいます。それからこちらです。今月のあなた様自身、立場とかですね。3の逆位置。はい。3っていうカードはタロットカードの中で最強カードとして私は捉えてます。そして正位置が100% としたら逆位置がこれでも 80% なんですね。だから十分力があるし、十分いいんですよ。元気なんですよ。だけど、あえて言うと、少しご自分の力を抑えている。抑えざるを得ない。自分の能力の発揮を少し抑えざるを得ないという感じです。それは何かなっていうふうに思うんですが、もしかしたらここでね、自分がいて周りの人がいてというコミュニティ、そことの兼ね合いかもしれない。そのように思いました、今回。で、一方、周りの状況とか周りの人がエンプレスの逆位置なんですね。逆位置、女帝の逆位置だと、なんていうかな。ちょっとだれてるというか、はい。本当に周りにね、こんな風に、あんまり動かない女性がいたりとかですね、働かない人がいたりとかですね、そういうこともあるかもしれないですが、獅子座のあなたにちょっと頼ってきちゃうような、依存してきちゃうような環境、人っていうのもあるのかもしれないですね。だから、もしかしたら出したい力を全部出せないということもあるかも。いろんなケースが考えられるんですけどね。どちらにしても、周りがちょっとあなたにとってお荷物になってるかも。そのようにお伝えしたいと思います。決して悪くはないんですが、悪い人じゃないし悪い場所じゃないんだけれども、周りの人、あるいは環境のおかげで全力が出せてない。そのように伝えたいと思います。だけど、出せていないとしても、元々の力がすごいんで、100が80になってるくらいなんですけどね。でもご本人としては、もう少しスムーズにやりたいって思いがね、すごいありそう。自由にスムーズにやりたい。それから、気を使うだとか、なんでしょうね。少し周りに配慮して全力出せてない状況が出てるので、あまり何も考えないで自分が思うようにできたらいいのになーって思いがここにあるんですよね。これは自由とか風通しの良さとかですね。楽しさ。それを表すカードです。このカードが今月11月の獅子座の皆さんの願望として出ています。おめでとうございますってカードですね。カップルがいて、本当に幸せで平和で、のどかで、それが長いこと続くっていうカードなんですね。はい。で、風通しの良さ。この棒が4つある。この間に風が通るみたいな。だから自由だったりとか、コミュニケーションのスムーズさ。それから、まさしく風通しの良さ。人間関係もそうかもしれないけども。だからそれを望んでいる。安定的に、継続的に、幸せで楽しい。で、自分の力が発揮できる。そんな状況が続いたらいいのになというカードがね、出ています。楽しみたいという気持ちもあるのかもしれないですね。そのように感じました。それから、最終結果にあたるところ。ペンタクルスですね。そうか。ポイントでペンタクルスが今回出てきていて、獅子座の皆さんは5星座目ですね。そうですね。今までリーディングしてきた4つの星座も、割と今回このね、お金とか経済面がですね、結構意識してんなっていう感じで出ていたんですね。ご時世としてそうなのかもしれないですが、やっぱり経済的な豊かさとか目に見えるもの、そのあたりを意識されている人が多いのかも。
で、このカードとしては、必要なものは全部入っているというカードなんですね。だからある意味、手に入っている。よかったっていうカードなんですが、だけど、これ絶対離さないよっていう意味もあったりするんですね。で、もう一つこのカードのもう一つの意味としては、持っていても自分にとってメリットがあるものとか、それこそお金とかですね、いいものが手に入っていて、それを独り占めするよりシェアしていった方が結果的にいいよっていうことを含んでいるカードなんですね。なのでそれをお伝えしたいと思います。何かね、じっとしていたいっていう思いがあったり、変化したくないか、変わりたくないとか、上げたくないとかですね、やり方変えたくないって思いが出てくるかもしれないけれども、だけどそれでも少し変えるとか流すとか動かすとかシェアするとか、出していくっていうことをしていくとすごく良くなるという意味のカードであります。でも一緒にこの月のカード、正位置がついているので、少し、なんていうかな、やはり、心配とかですね、なくなっちゃったらどうしようという心配があるから、なおさら話せない、変えらんない、変化できないというところがあるかもしれないですけどね、というところですね。しかし、このムーンっていうカードはとてもクリエイティブなカードなんですね。なので、意識を向けた方向のものが膨らんでいくんです。なので、少し動かすだとか、ちょっと違う方法を取り入れてみるとか、そういったアイデア、何かアイデアを注ぎ込むっていうのがいいんじゃないかなと思います。それから少しやり方変えていくっていうのもこのカードの意味でして、もしかしたら皆さんが何かのやり方を変えていくっていうことになるのかも。それからやり方とかそういう小さいことではなくて、もっと大きく言うと変化していくっていうことを選ぶ方も多いかもしれないですね。そのように感じました。変化の過程、変化というか脱皮というかですね、自分が変わっていく、いい方向にもっと変わっていくという状況、その流れにいらっしゃる方が多いと思うんですよね。それをすごく感じました。その中でご自分の幸せをどうやって作っていくかとか、それからどうやってね、自分を打ち出していくか、アピールしていくかというところが今課題になっている方が多いのかなと思います。割と止まっているカードなんですね。止まってるっていうことが悪い意味じゃないんですが、動かすより止まっていたい。変化するより変わりたくないという感じなんですが、このカード2つとも共通しているもう一つのメッセージとして、動かしていった方がいい。やっぱり変わっていった方がいい。新しい要素を入れていった方がいいというところがあるので、それをね、そのままお伝えしたいと思います。そことおそらくご自身が向かい合うのかなというふうにも思います。はい、そしてこちらです。今月の対策、こうしたらいいよっていうことだったりね。それからラッキーアクションとか、そんなことを示すカードです。なんと、エンペラー、正位置ですよ。皇帝ですよ。これ、やっぱりですね、自分らしさ出していっちゃった方がいいっていうことが一つ。それから、リーダーになっちゃった方がいいっていうことが一つですね。少し周りの人がわちゃわちゃしてる感じがあるんですが、あなたがトップに立っちゃうとか、それから、なんでしょうね、いろんな状況が皆様おありになると思うので、なんとも例え話が難しいんですが、自分主体でやっちゃう、突き抜けるっていうことが、結果的にさらにこの流れをね、もっともっと良くしていくっていうことにつながると伝えてくれてます。突出する。それから自分が引っ張っていくとかリーダーになるとか、それが今月の開運アクションとして出てますよ。それからもう一つね、このカードが伝えてくれてるメッセージは、やはり獅子座の皆様方はものすごく能力が高いし、力があるし、魅力的な方ばっかりなので、全力出して大丈夫だよっていうことです。少しね、この対比で力があるのになんだか出せずにいる状況があるのかなって思えたりするんですが、だけど、あえて最後にこのカードがね、伝えてくれてることは、自分の力を全力出していきましょうって。それでも大丈夫。その方が周りも喜ぶ。そう、周りも喜ぶんですよ、このカード。
このエンペラーっていうカードの意味としては、なんていうかな、肯定なので、遠慮しないで自分が前に立ってやるだとか、決めるだとか、引っ張っていくっていうことで、周りも喜ぶっていうカードなんですね。なので、このカードを最後にメッセージとしてお伝えしたいと思います。自分らしさを全開にした方が結果的に自分もいいし周りもいいよっていうことです。そのようにね、お伝えしたいと思います。それからちょっとボトム見てみようかな。はい、もうタワーが出てます。はい、この流れ、一連の流れって大変化、何かをぶっ壊したい、何かを壊していく流れなのかもしれないです。獅子座の皆さんが自分が壊したいと思っている壁、それを壊していく流れが今回出ているのかなと思いました。何でしょうかね。皆様にとって壊したい何かっていうのは何でしょうか。おそらくこの11月を通して、それが終わった時に、これを壊したかったんだ、これを壊したんだっていうふうに分かる方が結構いらっしゃるかなと思います。はい、このように出てました。なんかね、このカードがね、突き抜けてしまえってね、言ってくれてる感じがしてしょうがないです。突き抜けてしまえ。はい、自分らしさを出していきましょうと伝えてくれてます。はい、タロットカードはこんな感じになりますが、この後オラクルカードですね。はい、こちらを使っていきます。愛情面とお仕事面をね、それから今月のラストメッセージ、3回カードを出していきます。そして今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしてます。アファメーションっていうのは、例えば今月も最高でしたとかですね、それから私の望みが叶いましたとか、ポジティブな宣言を自分に先にしてしまって、その現実を引き寄せるというね、仕組みでございます。では、次行ってみましょう。はい。では、出していきましょう。カードはね、事前にシャッフルしてありますが、また少し切りまして。なかなか出ないですね。お仕事。結構暴れてますよ。暴れてますね。はい、このように出ました。はい、今回はフラワーセラピーオラクルカードをまず使っていきます。お仕事活動面のメッセージ。はい、ピアプレッシャー。なるほど。はい。それから、なかなかリンクしてますね。ピアプレッシャー、お仕事面。それから愛情面です。Take time for yourself。なるほど。このように出ました。それでは読んでいきましょう。カードの意味と降りてきた直感で読んでいきます。はい。ピアプレッシャー。これね、お花は可愛いですけれども、このカードの意味合いとしては、プレッシャーに負けないでっていうカードです。はい、そのままお届けしたいと思います。何かプレッシャーとかあるでしょうかね。ちょっと忙しそうな様子とか、あれもこれもみたいなところが先ほどお見受けできたので、そういったところかもしれませんが、Don't let others force you into a decision。なんて書いてあったかな。これプレッシャーと向き合う。それから周りの圧に負けないでっていうカードです。そのままお伝えします。はい、でも獅子座の皆さん大丈夫ですよ。大丈夫です。このお花ね、すごくね、実は強いお花なんですよ。可愛いけど強いみたいな。もうまんまそんな感じですね。それから、このカードね、プリムラというお花ですが、解説書で確認したんですが、誰からも決断を強いられてはいけません。あなたは心の中で
正しい選択を知っているはずですっていうふうに書いてありました。さっき潜在意識の部分に正義のカード、つまり裁判官のカードがね、出てましたよね。もうめちゃくちゃシンクロですね、これ。これです。裁判官のカードが出ていました。心の中で正しい選択を知っているはずです。そのままお伝えしたいと思います。ちょっと余計なこと言わずに。周りの圧に負けないで、あなたは自分で正しい選択を自分の中で分かってますと。そのようにお伝えしたいと思います。それから自分に正直であってねっていう意味もございます。自分に正直であってねって。はい。それでは、愛情面に行きましょう。チューリップですね。Take time for yourself。自分に時間を取ってあげてねっていうカードです。これものすごく魅力的なカードですね。自分の魂を喜ばすみたいなことですね。それから自分のケア、本当にリアルに自分にケアをしてあげるということで、結果的に自分が魅力的になって、自分が整って、そして愛情面がうまくいくっていう流れになりそう。愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからっていう方、ご家族愛でご覧の方も多いかと思います。どちらにしても、まずは自分です。まず自分のために自分の時間を使ってあげて、自分をケアしてあげてください。ちょっと血の巡りが悪い人もいるような気がしました。なんとなく。自分を満たしてあげたいですね。そう、魂が喜ぶという言い方をしましたが、心身ともに自分が、いい状態で整っていると、結果的にですね、お相手にも優しくできるし、自分のその元気も伝播させることができますからね。相手というより、まず自分を整えるということで、いい形で愛情面回っていくんじゃないかなと思います。それからお相手がいらっしゃる方も同じですね。まず自分のケアを、そして引き寄せる、引きつけるという格好にしていくといいと思います。引きつけるですね。はい。あなた自身が行くというより、どちらかというと引きつける感じがすごくあります。なので、楽に楽しんで、自分が機嫌よくいると、すごく魅力的になりますので、それが相手に移ってそれを引き寄せる。そういう流れ作りたいですね。自分に手をかけてあげてください。それが今月の愛情面を向上させることにつながります。はい。では、共通メッセージ見てみましょう。お仕事活動面と愛情面。まだこれ私も見てませんが、何でしょう。はい。ファーストステップ。なるほど。初めの一歩っていう意味ですけどね。これは一つ一つというような意味です。一つ一つ重ねていく。もう本当一歩一歩の意味合いなんですよね。で、先ほどタロットカードでお伝えした、もうこのカードとすごく似ています。一つ一つ重ねていくことによって、大きなものが実る。全く同じでございます。なんで、ある意味今月というのは、お仕事活動面も愛情面も何かの初めの一歩を踏み出す時なのかなというふうにカードがね、伝えてくれてます。それが結果的に大きなものにつながりますと。はい。いい感じでまとめてくれました。こちらが共通メッセージです。全部ピンク主体ですね。やっぱりご自愛くださいです。ピンクは慈愛の色です。ご自身を大事にされてください。それをお仕事でも愛情面でも、そのようにお伝えをしたいと思います。はい。ではですね、最後、今月のラストメッセージいきましょう。これはパワーストーンのカードです。11月、獅子座の皆さんですね。今月のラストメッセージ、こちらからいただきたいと思います。飛び出しましたね。はい。
こちらです。ファントムクォーツ、エンバランスチェンジ、変化を受け入れる。はい、さっきタロットカードのリーディングでも、変化とか、そういう言葉をね、結構出したかと思うんですが、最後のメッセージ、変化を受け入れる。それが来てくれました。変化に抵抗するのではなく、逆に利用してさらに人生をレベルアップするという意味合いのカードでございます。ゴールドですね。これは金運の石でもありますね。だから変化に対応する、変化を受け入れて、そして豊かさを手に入れる流れをつかむと。そのようにカード伝えてくれてます。変化は豊かさをつかむためのチャンスであります。はい、これがラストメッセージでございます。こんな感じです。はい、このように出ておりました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。何回か見ていただけますと、またその時に必要な違ったメッセージが受け取れますので、よかったらご覧になってみてください。それから、よかった、そして役に立ったという方は、グッドボタンをポチッとよろしくお願いします。それからまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では、素敵な11月でありますようにお祈りしております。ではでは。